暮らしを楽しむ皆さん、ごきげんよう。和の暮らしを楽しむチャンネルは、し来という古来日本人の暮らしの中で育まれてきた一つの文化を通して、季節の移ろいをめでながら、和の暮らしを楽しむチャンネルです。今回のテーマは、運盛りです。一つの器に一年の締めくくりを、の字に託し、で終わる名前の野菜や果物を盛ります。遊び心を取り入れた楽しい言葉の盛り物です。そして一年がつつがなく終わったことに感謝をし、来たる年の運を願います。季節の楽しみを言葉の持っている音や意味を借りて思いを表現する。これも和の楽しみの一つとも言えるでしょう。まず材料の紹介です。大根は紅白で揃えました。人参、そしてキャベツ、甘藍です。金柑、銀杏、金銀対にします。そしてインゲン、あとレンコンを用意しています。で終わる名前のもの7つです。では、1年の締めくくりの盛り物、運盛り、3つのワードと一緒に見ていきましょう。あ運は凡字12字語の始めのあ、終わりの運のことです。あ運は正反対の関係にある2つの語で成り立っています。物事の始めと終わりを象徴する言葉です。ひらがなも始まりはあ、終わりがんですね。運盛りは1年の締めくくり。なので、あ運に当てるとということになります。年末になると私たちはお正月を迎えるため様々な準備をします。日本の1年の暮らしは1月、お正月から始まり、お正月はいわゆる晴れの日、特別な日です。この運盛りは年の締めくくりの時に馳せる思いを形にしています。一年がつつがなく終わったことに感謝し、来たる年の運を願う、そんな思いを託しています。思いを込め、一つの器にで終わるものを寄せて形にする。運盛りの形には、先人たちが新たな節目を迎えるために、日常を丁寧に暮らし、きちんとけじめをつけ、暮らしにメリハリを持たせてきたことが伺えます。そしてこの形、言葉にかける遊び心におしゃれさも感じます。日本人独特の感性や美意識は、日常の暮らしをきちんと行う中で育まれてきたのかもしれません。ですから、古くからある形をよく見つめてみると、単なる縁起担ぎのものではないようにも感じます。二つ目は、枯れに触れましょう。今回の運盛りは、一年の締めくくりの時のことです。和の暮らしを楽しむというと皆さんはどんなことを思い浮かべますか？こんな質問をすると、季節を楽しむことという答えが多く返ってきます。手軽に季節を楽しむことといえば、旬の味覚を味わうことがその一つではないでしょうか。旬の頃は盛りの頃です。季節を味覚で楽しむことは私も好きなことの一つです。今回のテーマの時期は一年の結び、終わりゆく頃です。和の暮らしを楽しむチャンネル。秋のシリーズは実りの頃のお話をしてきました。実りの頃は命が熟した頃、生気が満ちた時にあたります。今回年末は一年が終わりを迎える時です。今回の運盛りは一年の締めくくりに思いを寄せた盛り物です。なので私は盛りを過ぎている野菜を選んでみました。季節の一巡、植物の一生、人の一生、いずれの命にも限りがあります。どれも週末に近くなる頃というのは枯れた姿になっていきます。
生気が失せた野菜や果物は新鮮さや華やかさに欠けますが、これもまた一つの美しい姿のように感じます。枯れゆく命の向こうをめでる。これがわびさびという日本人独特の感性につながるように私は感じます。一年の終わりという時を命の時間になぞらえてみましょう。そして三つ目、続く。ここで出てくるつるものはつながりを表しています。今回の運盛りは一年の締めくくりに、この年がつつがなく終わったことに感謝し、来たる年の運を願っています。物事をそれっきりで終わらせるというよりは、良きことがまた続いていくといいなという希望も込められていると言えるでしょう。ですから、つるものを一つ添えるのは、来たる年へのそんな思いも託すからです。私たちの一年は1月のお正月から始まります。そして毎年同じ時に同じ様式で繰り返し行事を行っています。なぜ私たちは毎年繰り返し同じことを行っているのでしょう。そう感じたことはありませんか？これは単純に古くからの習わしだからでしょうか？それとも縁起担ぎのためだけでしょうか？いつも和の暮らしを楽しむチャンネルをご覧の皆さんは、もしかしたらなぜそれが繰り返し行われているのかという本質を心の根っこで気づいているのかもしれません。では、和の暮らしを楽しむチャンネル運盛りの会はここでお開きにしましょう。次回は一年の始まり、お正月です。私たち日本人の暮らしの中でも最も大切にされていると言っても過言ではないお正月。私たちが当たり前に目にしてきたお正月から和の暮らしの楽しみを見つめていきましょう。本日もご視聴いただきありがとうございました。日本っていいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをお願いします。では、和の暮らしを楽しむ皆さん、ごきげんよう。